ボンジュール。今回の動画では9月のパリで出会った美味しいもの、素敵なものをご紹介したいと思います。どうぞリラックスして最後までお付き合いくださいませ。夜明けがゆっくりになって、特に早起きをしなくても日の出が見られるようになってきました。パリではすっかり秋が深まりつつあります。季節感はマルシェの食材から感じることができます。夏の食材と秋の食材とが混じり合っています。今年のリンゴがたくさん出回るようになってきました。こちらのリンゴ専門店で私は3種類のリンゴを買ってみました。そうそう、柿もすっかりフランスの食材としておなじみになってきました。さて、今日は私が以前からとても気になっていたパティスリーを訪ねたいと思います。メトロの駅でいうとカデとノートルダム・ド・ロレットが近いです。これまでこのチャンネルでご紹介してきたレストランの方などから、このパティスリーは知ってる？ぜひ行ってみるといいよと言われていました。しかも日本人女性が営んでいるというではないですか。これはぜひ行ってみなくてはと思っていたんです。それがこちら、レイヨナンスという名前のパティスリー、輝きという意味があります。中に入ってみましょう。すでにとってもいい匂いがしています。こちらがディレクターの八谷留美さん。ふわふわのブリオッシュで、よくこのままジャムトーストして、このままでも本当かじっていただいてもいいんですけど。そうですね、ボストックは結構今パリでは、レアな家の遊びだと思います。はじめまして。こちらがパティシエールの隼人由紀さん。ショーケースの中のケーキ、どれも本当に美味しそうで、何を選んだらいいのか迷ってしまいます。この季節ならではのイチジク、フォンドンショコラも本当に美味しそう。ここはやはりルミさんのおすすめを聞いてみましょう。今人気なのが、コンテのチーズケーキ。これコンテ？こちらも、みんなね、チーズ好きにはたまらないです。結構チーズケーキ苦手っていう方も好きなチーズケーキ。はい。あとは今、タタラカンブレっていうパイ生地の中のですね、タタラカンブレパイ生地の中に、クレームブリュレを滑らかになるまでミックスしてパイ生地の中に流して、ペカンナッツのゼラチンを乗せておりますので、説明を聞いていると結局どれも食べたいという気持ちになってしまいました。そうこうしている間にも出来たてのレモンケーキが運ばれてきたりするんです。こちらのお店の特徴的なところはキッチンが見えること。大抵パリのパティスリーのキッチンって地下にあったりしますが、彼女たちは地上階に仕事場があることを条件にこの物件を探したんだそうです。風通しが良い仕事環境って大事ですよね。これらの焼き菓子もとっても魅力的。
日持ちがするでしょうから、旅のお土産にも良さそうです。そうこうしている間にお客様。この男性はなんとシャルトルからいらっしゃっていました。カテドラルで有名なあのシャルトル、パリまでは1時間半はかかるのではないかしら。 SNS でこのお店の評判を見ていて、ぜひ来てみたいと初めていらっしゃったそうです。ゆきさんは東京自由が丘のパリセベイユで10年間お仕事をした後、ベルサイユのオーシャン・デュ・コックでも働いていました。以前このチャンネルでもご紹介しましたよね。ルミさんはちびまる子ちゃんの T シャツ、ゆきさんはパリオリンピックのマスコットの T シャツを着ています。お二人とも自然体でとてもチャーミング。ぜひお待ちしております。ありがとう。まさに輝いていますね。ケーキをいくつか購入しましたので、動画の後半でそれらをいただきたいと思います。どうぞお楽しみに。さて、ところ変わってこちらはボンマルシェ。世界最古にしてパリで一番おしゃれなデパートと言ってもいいかもしれません。ここで今、パリパリと題したイベントが開かれています。こちらがデパートの中。曇りがちなパリですが、ここに来ると青空が広がっている感じです。ボンマルシェはいつもとっても魅力的な企画を仕掛けています。今回の企画、その名もパリパリはいかにもパリらしい商品を一堂に集めている、とってもウィットに富んだものです。私がこれまで見たことのないようなものがたくさんありました。あら、オニオングラタンスープの T シャツ。このチャンネルではすでにおなじみのアスティエ・ド・ヴィラットの品々もありました。ボンマルシェの商品セレクトは本当にセンスがいいと思います。あまり知られていないクリエイターがここで注目されて、後にとても有名なブランドになったというケースは少なくないように思います。いち早く良いものをキャッチするセンスがこちらのデパートにはあるんでしょうね。今回のイベントのトートバッグも出ていますが、私がとっても注目したのはこのオーガンジーの素材を使った袋のシリーズなんです。ブリジット・田中というクリエイターのものらしいんですが、私はその存在を今まで知りませんでした。これすごく可愛いと思いません？そうなんです。昔のパリの地図の表紙のデザイン。私も持ってたという方は多いんじゃないでしょうか。それが携帯ケースになっていました。これは凱旋門のモチーフ。こちらはワインボトル入れ。これは野菜用かな。なんとクロワッサンもありました。
しかもこの大きさなんです。こちらにはチョコレートでできたエッフェル塔、アラン・デュカスのショコラティエのものでした。ペットのシリーズもなかなか可愛らしいです。最近パリではドライフラワーが人気です。これはお花を持ち運べる袋なんでしょうかね。これ何だと思います？着せ替え人形のシリーズなんです。いかにもパリジェヌのワードローブというアイテムがたくさん揃っていて、これはもう大人が楽しめる着せ替え人形です。しかもこのシリーズちゃんとダイバーシティを考えられていました。アクセサリーのコーナーで面白いものを見つけました。わかります？スプーンが使われているんです。Bonjour, je m'appelle Olivia, j'ai créé ma marque de bijoux qui s'intitule La Caterina. Je fais des bijoux à partir de cuillères anciennes des années 60-70. Vous pouvez me retrouver au bon marché jusqu'au 20 octobre. Ce sont que des pièces uniques. Voilà. パールの部分もアンティークだそうです。パリの有名ビストロやブラスリーのお皿も売っていました。この模様に見覚えのある方、このチャンネルを丁寧にご覧くださってますね。そうです。以前ご紹介したブラスリー・デ・プレのお皿でした。ここまではグランドフロアだったんですが、イベントは上の階にも続いています。ここはもうコーナー全体がパリの空の上って感じですね。これもまたこのチャンネルをご覧の方には懐かしい風景ではないでしょうか。映画会社が作ったホテルをご紹介した時にこの壁の絵がありましたね。リンクを添えておきますね。この辺りになるともうアート作品ですね。スマホのケースもありました。これはパリ20区の地図がモチーフになってますね。今回のイベントを記念した版画も販売されていました。額に入っているのはナンバリングされた限定品でした。私はこのイベントで一つ買い物をしました。購入品は後ほどご紹介しますね。さてお待たせしました。レヨナンスで私はこの4つのケーキを買いました。
これからお友達と一緒に味わいたいと思います。こちらはタルトオシトロン、レモンタルトです。このグリーンの部分が何か気になりますでしょう？ここにはバジルオイルが使われているんです。レモンとバジルのコンビネーション。レモンクリームの量が少ないと思われるかもしれませんけれど、どうしてこれだけでも十分な香りと味のパワーを秘めています。次はイチジクのタルト。このクリームにはイチジクの葉っぱを煎じて香り付けがしてあります。このクリームを口に含むともうすでにそこからイチジクを感じるというケーキなんです。とっても繊細な仕事ですよね。この下の部分にはシナモンを効かせたアーモンドクリーム、さっくりとした食感の生地になっていました。イチジクは火を入れたものと生のもの両方が使われています。これだけふんだんにイチジクが使われていて、この季節を満喫したなという気分になりました。そしてお次はこちら、クレームブリュレのタルト。これはぜひ中を見てみたいでしょう？絶妙な硬さでパイの中にクレームブリュレが収まっていました。こういうケーキちょっと今まで見たことがないですね。マダガスカル産のバニラをたっぷり使ったクレームブリュレ、しかも少しスモーキーな感じもありますとルミさんがおっしゃっていましたが、確かにその通り。香ばしさもあって大人の甘さという感じかしら。そしてこちらがチーズケーキ。しかも18ヶ月熟成のコンテチーズを使ったチーズケーキなんだそうです。日本だとチーズケーキはいろいろなものがありますが、チーズの本場のフランスでは実はそれほど見かけないんです。だから本当に美味しいチーズケーキって私これまでパリであまり遭遇したことがないと思います。ではこちらのはいかがでしょうか。食感はふわっとさっぱりとしています。コーヒーにも合うしシャンパンにも合いますよとルミさんがおっしゃっていましたが、まさにその通り。口に含んだ後から来るチーズの風味がもうたまらなく濃厚で美味しい。私がこれまでいただいたチーズケーキの中でも指折りの美味しさです。これで終わりではありませんでした。そうなんです。焼きたてのブリオッシュも買ってしまいました。ところでパティシエールのユキさんはベルサイユのオーシャンドコックを経験した後、パリ16区の星付きレストランパージュのパティシエールになりました。このブリオッシュはそのレストランで
ソース料理のソースをすくって食べるためにお出ししていたのだそうです。そのままでももちろん美味しいし、こうして少しトーストして何かを乗せて食べたりしても美味しいというアドバイスに従ってみることにしました。アボカドのペーストを作っておいたので、これを塗って食べます。この組み合わせ、お友達に大好評でした。いちごジャム、これはもう鉄板の組み合わせですよね。レイヨナンス、もうリピート確定です。今回見送ったケーキもたくさんありました。次回はそれらもいただいてみようと思います。私のボンマルシェでの購入品をお披露目しますね。このショッピングバッグがなんと可愛らしいこと。私が購入したのはこれです。そうなんです。アンティークのスプーンとパールを使ったネックレスです。食いしん坊の私ならではのアクセサリーなのではと思い切って購入しました。このネックレスを身につけて、これからも美味しいものをどんどんいただきたいと思います。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。この動画が気に入っていただけたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。お寄せいただくコメントもとっても励みになっています。どうもありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。